こんにちは、うりうりばあちゃんです。もうすぐおひなさまだというのに、今さらのお正月のお話でごめんなさい。私は普段、八ヶ岳の森で気ままな一人暮らしをしていますが、このお正月はちょっと特別な大移動をしました。1年ぶりに会う夫と合流して、昨年結婚したばかりの息子夫婦の新居へ招かれたのです。久しぶりの家族集合、温かい時間への期待と少しの緊張感。今日はそんな家族のお正月のお話にお付き合いください。夫と私は西日本を南下して、息子夫婦が暮らす町で、私たちはホテルに一泊しました。夕食は居心地よく整頓された彼らの家のこたつですき焼きをいただきました。こたつは日本の家族の団らんの象徴のように思っています。息子が幼稚園まで住んでいた古い家にあったこたつを私は今の森の家に置きませんでした。ほとんど私と息子2人だけで過ごしたこの家で、こたつを置かなかった私は無意識に家族団らんという甘えを遠ざけてしまったのかもしれない。大学生になった息子はこたつが欲しいと言った。私は彼の住まいにこたつを送った。息子はこたつという家族の象徴に憧れていたのかもしれない。2人で暮らし始めた息子の新居にはこたつがあった。しかもお嫁さんの好みだろう。こたつは純白のこたつがけで覆われていた。これはまずい。夫がこたつがけを汚してしまうのではと危惧した。しかし私も食べ物をこぼすことにおいては天下一品。波のガキどもにも負けない自信がある。人の心配をしている場合ではありません。このこたつがけを汚さぬことに集中しました。私は何とかこぼさずに済みましたが、案の定夫は白いこたつがけを汚してしまいました。しかしコインランドリーに持っていけばきれいになると明るく言ってくれた嫁さんの一言に私は安堵しました。息子夫婦の家族の絆を深めてほしいと願うばかりです。それから四国へ。今回息子が我々のために正月を予約してくれた道後温泉へ。私は母と2人で8年前に来訪して以来久しぶりの道後温泉です。その間に母は95歳になり、体はなんとか自立していますが、少しずつ物忘れも出ているようです。また母ともこの温泉に来れるといいな。道後温泉は相変わらずにぎわっています。日本中がこうあってほしいものだと思いつつ、家族4人の道後温泉を堪能しました。息子夫婦に感謝します。本土に渡り、馴染みの瀬戸内海の町で一泊して、私と夫はそれぞれのホームタウンへ向かいました。そうして私はまた八ヶ岳の森に一人戻ってきました。みんなで過ごしたにぎやかな時間は楽しかったけど、やっぱり私だけの静かな森の日常が一番落ち着きます。
徳島の道の駅で購入した発売当時の懐かしの味わいだ。懐かしい松山陽子さんのお顔の入ったボンカレーをいただきます。レンジでやるんだって。お鍋でやるんじゃないみたい。昔懐かしくないよね。懐かしくない。袋ごとレンジって書いてある。ブー。まあいい。じゃあこれはね、お鍋でやりましょう。レンジがないのでまあいいや。お鍋でグツグツしましょう。それも美味しいよ。ワンカレーいただきます。ドキドキ。食べてみるね。本当に昔懐かしいんから。ちょっと待ってね。どんな味か覚えてる？懐かしいといえば懐かしいような。昔母ちゃんとか作ってたもんこんなだったよね。松山陽子。琴姫七変化ね。七変化って剣やるんだよこの人ね。お姫様なんだ。それがかっこよかった。で私もねここで風呂敷結んで、はい、ごちそうさまでした。これはねつけたよ。ボタンつけた。過去へのほんの少しの後悔はあるけど、もう終わったこと。こんなです。少しだけ悲しんで、あとは前を向いて自分のために生きましょう。さあ遊んでばかりはいられないよ。クラフト市やオンラインショップのお洋服作りや染め物、はい、これボタンつけますよ。頑張りましょう。息子夫婦の暮らし、夫の暮らし、そして私の暮らし、よし、それぞれの暮らしに思いを馳せながら、ちょっと気が早いけど、次のお正月の家族の再会を楽しみにしています。皆さんはお子さんとの思い出でどんなことが心に残っていますか？よいしょ。